皆さんおはようございます。映画監督の大沢です。今日はですね、地元のハンバーガー屋さんボブズビッグボーイよりお届けしております。ここはアメリカでは珍しく24時間営業してまして、ハリウッドの鬼才と呼ばれるデイビッド・リンチ監督が、若かりし頃ここでよく脚本を書いていたことでも有名なお店です。というわけでですね、今回は映画の設計図、脚本についてお話ししたいと思います。脚本がダメだとですね、どんなにいいアクターとかロケーションとか、監督を使ってもダ作しかできないなんて言われますけれども、ハリウッドの映画のクレジットなんか見ると、エンディングで、ストーリーバイとかスクリーンプレイバイとかいろいろ表記のされ方が違ったりするんですね、脚本家っていうのは。で、それぞれ意味が違いまして、ストーリーバイっていうのはオリジナルのストーリーを考えた人、そして、スクリーンプレイバイっていうのはこれはそのストーリーをベースに脚本を書いた人ですね。で、リトンバイっていうのはこれはストーリーもスクリプト脚本も両方作った人がこういう表記のされ方をされます。で結構ですね、脚本家スクリーンライターっていうのは個人プレーみたいなところもありまして、他の部署と比べるとやはり独立した感じにはなっています。はい。で、ストーリーを作る上でですね、やはり欠かせないのがテーマ、何を伝えたいのか、そしてログライン、これはあらすじとかとも言えますが、主人公が誰で何の目的があってどんな障害があるのか、っていうところをベースに、キャラクターアークですね、これは映画の最初と最後で、主人公がどのように変化したかというようなところを、しっかり組み立てていくのが脚本の、ざっくりとした書き方というか作り方ですね。で、ハリウッドだと3幕構成なんて言われますけれども、日本は起承転結の4幕構成ですよね。ハリウッドの3アクトストラクチャーもこれ4幕に変換するといいますか分けて考えることもできるんですけれども、やはり文化も違いますから、日本とアメリカで、ストーリーの組み立て方っていうのも若干違ったりはします。で、いろんな映画ありますけれども、いろんなストーリー、ただですね、パターンっていうのは実はだいたい10かそれ以下ぐらいにしか集約されないと、それぐらいのパターンしか存在しないなんて言われています。で、全てですね、元をたどると大体神話だったりしますね。要は人類が視覚メディアを獲得する以前の、文字とか絵画といった、そういったものを獲得する以前の、聴覚メディア世界、交渉文化もそうですけれども、そういったところで語り継がれていた物語っていうのがいまだに我々は使い回しているに過ぎない、ようなところもありますね。で、ちょっと参考がてらですけれどもご紹介したいのが、シドフィールドのスクリーンプレイ、そしてブレイク・スナイダーの「セーブ・ザ・キャット」でジョセフ・キャンベルの「ザ・ヒーローズ・ジャーニー」この辺りっていうのはもうこれを知らずんばハリウッド映画業界人にあらずなんて言われてしまうぐらいですね、基礎の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 基礎、なんですけれども、脚本家に限らず監督は当然知ってなきゃいけないですし、アクターもですねこれを知った上で演じられるかどうかっていうのは大きな違いが出てきたりもします。やはりですね基礎なくして応用はありませんからね。はい、では以上脚本についてでした。次回はプロデューサーについてお話ししたいと思いますのでお楽しみに。